興味がなかったわけではないんですけど、キッズモデルとか、できたらいいかなとは思うことはありましたね。そうですね。出た後から他のキッズモデルとかランウェイとかの情報を調べましたね。次もやっぱり出たいみたいな感情が本人にもあったので、ちょっと時間も空くだろうし、これきっと舞台慣れしてた方がまた次も本人が楽しめるんじゃないかなと思って、なので他のところとか、あとキッズモデルのレッスンがあるところとかをちょっと探して、できそうだったらやってみようかなっていうのは変わりましたね。あんまり定期的にレッスンがあるところって実はキッズモデル少なくて、出るって決まってレッスンするみたいな感じのが多いので、あんまり忙しくしてもあれなので、本当に出れそうなのだけ探したりとか、家の近所であるものだったりとか、そういうのを興味を持って見るようになりましたね。そうですね、最初は本当に夏休みの集中レッスンだったと思うんです、一番最初は。多分何も分からず最初始めたと思うんですけどでも歩き方とか、ポージングとか、一見日常関係ないように見えても、基礎体力とか、あとぶれない中心でこうやって小さい時から歩けるっていうのは今になってもやっていてよかったなと思いました。普段着れないものを着てプロのカメラマンさんに撮ってもらってっていうちょっと特別な体験ができるっていうのもすごく良かったなと思ったし、最初ランウェイ出て、で選ばれた子が本戦出れるみたいな感じが JKF W 毎年あったので、そこでやっぱり残れなかったことが本人が悔しくてまた泣いたんですけど、この子の初めての悔しいがそれだったんですね。今まで分からず出てとかあったと思うし、幼稚園は通ってるんですけど、幼稚園であんまり悔しい思いとかも多分してなかったんだろうな。でもその次のもう一回ランウェイ出れるのにそれに残れなかったって言って、それで初めて悔しいっていう感情が出てきて、次も頑張るみたいなつなげる感情がここで味わえたなっていうのがすごくいい体験だなと思いました。うちの場合はそれがまたモチベーションに変わったので、いい方向につながってくれたのがすごく良かったなと思いました。そこでもうしょげちゃってもうやらないとかはならずに、多分レッスンしてたみんなの顔を知ってる中で選ばれた子選ばれない子とかがいたと思うので、そういう仲間の中で切磋琢磨する環境を、華やかなモデルのランウェイの世界ですけど、でも自分も頑張らないと次に行けないんだよっていうところを教えていただけたっていうのがすごく大きいなと思いました。夏休みに毎週レッスンに通う、3ヶ月間ぐらい通うってなった時が毎週レッスンに行くっていうのが大変でしたね。それは一番大変だったなっていうのが思い出ですね。あとレッスン動画を見て自分で練習するっていうのも、それもあとはあれですね、お家なのでちょっと本人が甘えてやらないみたいなことをどう刺激しないでモチベーションを上げていくかっていうのとかですかね。あとはあと去年かな、コーディネート SNS でコーディネートをやる、強制参加ではもちろんないんですけど、コーディネートをアップするってそのショーもあったりとかしたので、親自身もそのファッションの勉強じゃないですけど、このテーマに沿ったのはこれがいいかなあれがいいかなっていうのを親子で相談するのも大変だけど楽しいみたいな、そういうのはありましたね。やっぱそういうレッスンとか会場行ったりとかすると、ママ同士の協力というか、やっぱりベテランママさんを見習って、こういう風にしなきゃなとか、親としての勉強とか刺激とかもすごくいただくので、あと親御さんがもう頑張ってらっしゃる方とか、もう親子二人三脚で本当にやってる方とか、いろんな環境の中で頑張ってる方たくさん見る機会をいただいているので、親としても本当にすごく勉強になるというか、もう頑張らなきゃなとか刺激になりますね。ファッションに敏感になったというか、やっぱ学ばないと好きな服、可愛い服だけじゃやっぱり収まらないというか、今年のトレンドとかそういうのを、大人の服だけじゃなくて子供の服とか、あとハイブランドさんもこの JKF 出るので、コレクションいろんなところで、パレコレもちろん一番皆さん目標にしてると思うんですけど、そういうコレクションの動画とかルックとかをすごく見るようになりましたね。ファッションの勉強をまずするようになったなっていうのと、
うちはまだ小さかったのでそこまでだったんですけど、やっぱり学校行き始めたりとか受験生の子も出てたりとかいうのを目の当たりにしてて、タイムマネジメントがすごく大事だなと思って、やっぱり子どものやりたいことを叶えるためにはこの貴重な子どもの時間で学校もあり、でも習い事もやりでこっちのモデル業もやりっていう子を見ていて、本当にタイムマネジメント親御さんたちすごいなと思って、地方から来てる方もたくさんいらっしゃるので、この合間にこれをやって次のこれやってで帰ったらすぐこっちの本番でっていうのを、そういう子がたくさんいたので、ステージママとかよく言いますけど、でもそのタイムマネジメントだったりとか大事に子どもとそういうスケジューリングしていくっていうのを学んだし成長しましたね。それは多分本当受験期とかそういう何かもっとこういう学校に入りたい、こういうことやりたいってなった時にすごく活かされるんじゃないかなと思って、キッズモデルってちょっとやってみるまですごくチャラチャラした世界だと思ってたんですね言い方悪いですけど、なんか親のエゴだけだったりとかでやってる子が多いのかななんてすごく勝手なイメージだったんですけど、実際飛び込んでみるともう本当に親子二人三脚で学校も頑張ってこっちも頑張ってその他舞台も出ててっていうお子さんとかたくさんいて、でその限られた時間の中で家で練習してスタジオ自主練で借りてやってとか、そういう方もたくさんいて、本当にもう自分がやりたいってしっかり意思を持って子供小さい子でもやって、で親にそれをやりたいからこれをやらせてくれってちゃんと話し合ってやってる子がたくさんいたので、そういうのって学校とか行くだけではこういられない刺激をすごくいただいたなと思って、そういう面でもやらせてよかったなと思いました。目標意識が高い子が多いかなと思いましたね。これに向かって努力するとか、これに向かってこれに出るとか、そういうちゃんとこう自分のやりたいこととか方針とかそういうのが分かってる子が多いなと思ってすごくびっくりしました。モデルになりたい子はもちろんですし、モデルもいろいろあると思うんですけど、ハイブランド着て本当に最高峰のモデルたちに目指すんであれば JKFW を体験するのはすごくいいと思います。モデルに限らず多分いろんなこと今お子さんされてると思うので、アイドルになりたいとか歌手になりたいとかいう子もいると思うんですけど、そういう方もいろんなチャンスがあればだと思うので、なのでやったことがないとしてもなんかそういうメディア出たいとかだったら挑戦してみるのはすごくいいと思います。興味があって迷ってる方がいたら本当に飛び込んでみるともう絶対に思っていた以上の価値がある体験になると思うので、ぜひぜひお勧めしたいと思います。